みんないらっしゃいなのだ。元気にしてたのだ。済んだもんなのだ。今日は南米の情熱的な国、コロンビアを紹介するのだ。実はね、コロンビアの国技、とっても衝撃的なのだ。なんと、火薬を爆発させるスポーツなのだ。敵に金属の円盤を投げて、当たった衝撃で、ドカンってさせるのが公式ルールらしいのだ。びっくりなのだ。そんなコロンビアから、今日はとっておきのニュースを3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ラテン、グラミー賞が大盛り上がりだったのだ。キャロル、C さんが年間最優秀楽曲賞に輝いたほか、たくさんのコロンビアアーティストが大活躍だったのだ。どんな素敵な音楽が生まれたのか、済んだもんもワクワクするのだ。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、みんなで一緒にコロンビアの魅力、見ていくのだ。南米の北西に位置する魅力あふれる国、コロンビアをご紹介するのだ。太平洋とカリブ海、アンデス山脈に囲まれ、多様な自然が楽しめるのだ。首都は標高の高いボゴタなのだ。かつてスペインの植民地だったが、独立を経て今は共和制を採用しているのだ。人口は約5200万人で、南米でも有数の大国なのだ。コロンビアといえば、世界的に有名な香り高いコーヒーや、美しいエメラルドが主要産業なのだ。多様な民族が共存する豊かな文化も特徴で、情熱的なサルサ音楽や、ガブリエル、ガルシア、マルケスのような文学も世界に誇る宝物なのだ。最近は長年の紛争を乗り越え、平和構築や環境保護に力を入れているのだ。未来に向かって進むこの素晴らしい国にぜひ注目してほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。CNE で2022年ペトロ大統領選の案件を審議する特別判事たちという記事なのだ。コロンビアの CNE でペトロ大統領の2022年選挙キャンペーンに関する調査案件の決定ができなかったのだ。決議案への賛成が足りず、必要な6票のうち5票しか集まらなかったからなのだ。これで案件の解決は3人の臨時裁判官に委ねられることになったのだ。臨時裁判官は、ホルヘ、イバン、アクーニャ氏、マヘル、ナジ、アブシハブ氏、フェルナンド、グスマン氏なのだ。アクーニャ氏は歴史協定が推薦した人なのだ。アブシハブ氏は中央民主党系の判事の下で働く弁護士で、汚職対策の専門家なのだ。グスマン氏は国立大学の弁護士で、別の判事と一緒に仕事をしているのだ。最終的な決定は11月20日に予定されているけれど、キャンペーンの弁護側は調査期限がもう過ぎたって言っているのだ。でも、調査を担当する判事たちは、高裁からの指示で調査期間が停止されていたから、まだ期限内だって主張しているのだ。この重要な案件がどうなるのか、みんなが注目しているのだ。二つ目のニュースなのだ。キャロル、C、SI アンテスティーヒュビエラコノシド、デラテン、グラミー最優秀楽曲賞を受賞。バッド、バニーは最優秀アルバム賞を獲得という記事なのだ。2025年のラテン、グラミー賞が11月13日に開催されたのだ。多くのアーティストがノミネートされて、たくさんの賞が贈られたのだ。コロンビアからは20以上のアーティストがノミネートされて大活躍だったのだ。主な受賞者はカロル G さんが SI アンテスティーヒュビエラコノシドで年間最優秀楽曲賞を獲得したのだ。おめでとうなのだ。バッドバニーさんはデビティラー、MS、フォトスで年間最優秀アルバム賞に LAMDANGAで最優秀アーバン楽曲賞に輝いたのだ。すごいのだ。他にはアレハンド・ロサンズさんがパルメラス ENEL、JARDN で年間最優秀録音賞、カリン、LEN さんがパラブラで 2S で最優秀現代メキシコ音楽アルバム賞を受賞したのだ。アイタナさんは初のラテン、
グラミー賞として最優秀パッケージデザイン賞を受け取ったのだ。エミリオ・エステファンさんとグロリア・エステファンさんは RACES で最優秀トラディショナル・トロピカル・アルバム賞だったのだ。コロンビアの ANDRS セペダさんも DOGOT で最優秀トラディショナル・ポップ・アルバム賞を獲得したのだ。さらにネットフリックスのシリーズ CN AOS でそれだっとも最優秀映像メディア音楽賞を受賞したのだ。授賞式ではカロル G さんとマルコ・アントニオ SOLS さんのデュエットやマルマさんのパフォーマンスなど素晴らしいステージがたくさんあったのだ。今年のラテングラミー賞も大盛況だったのだ。3つ目のニュースなのだ。クリスティアーの一発退場、ポルトガル敗戦、2026年ワールドカップ行き持ち越しという記事なのだ。クリスティアーノ・ロナウド選手が2026年ワールドカップ予選のアイルランド戦で相手選手にひどい肘打ちをしてしまい、レッドカードで退場になったのだ。この試合でポルトガルは0対2で敗れ、ワールドカップ出場決定は次のアルメニア戦に持ち越しになってしまったのだ。ロナウド選手は試合の61分に退場となり、チームは残りの時間を10人で戦うことになったのだ。最初はイエローカードだったけれど、VAR、ビデオ、アシスタント、レフェリーで確認した結果、レッドカードに変更されたのだ。これで次のアルメニア戦には出場できないのだ。アイルランドは前半にトロイ、パロット選手の2ゴールでリードを奪ったのだ。ロナウド選手にとって国際試合での退場は初めてで、プロキャリアでは通算13回目のレッドカードなのだ。ポルトガルはグループ F の首位をキープしているけど、エースの不在は次の試合で大きな影響が出るかもしれないのだ。アルメニアに勝ってワールドカップ出場を確実にしたいのだ。魅力あふれるコロンビアの紹介から始まり、政治や文化、ラテン、グラミー賞でのコロンビア勢活躍の話題、さらにクリスティアーノ・ロナウド選手の一発退場まで世界中のホットなニュースをお届けしたのだ。これからも多様な情報にずんだもんが注目するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。